こんにちは、ダニーです。声変わりしました。皆さん、JAL が提供するどこかにマイル、ご存知ですか？ JAL のマイルを7000マイル使って、文字通り、どこかに旅行することができるお得なサービスです。初着地と日程を設定して検索をすると、行き先候補地が4つ表示されて、申し込みをするとその4つのうちのどこかに行けるんです。私は今回、どこかにマイルを使って、北海道の新千歳空港行きの往復航空券をゲットしました。ということで、今回はどこかにマイルって行く札幌3泊4日のグルメ旅です。1日目、8月18日、金曜日。この日は半日仕事をしてから家を出て、早めに羽田空港到着。搭乗時刻までかなりあったので、ロイヤルホストで遅めのお昼を取りつつ、時間を潰すことに。いつも頼んでるパフェがまさかの売り切れだったので、別のを注文。思った通り、でっかいのが運ばれてきて、夜ご飯食べられるか心配に。しばらくロイヤルホストでのんびりしてから、空港内を少し散歩して、ちょうどいい時間に、セキュリティを通って、ゲートでまたしばらく待機。あれが今回乗る飛行機。出発が結構遅れたので、搭乗して離陸する頃にはもう夜でした。何はともあれ、無事に出発できてよかった。いざ新千歳空港へ。1時間半ほどで無事、新千歳空港到着。夜は明かりが綺麗ですね。預けた荷物を受け取ってバス乗り場へ。今回は空港連絡バスの札幌都心行きに乗って南三条すすきのまで移動します。1時間ほどで南三条すすきのに到着。ホテルまで徒歩数分なので歩きます。今回泊まるホテルはスマイルホテルプレミアム札幌すすきの。部屋はこんな感じ。広さそこそこで必要なものは揃っていて新しめでいい感じ。夜遅くなっちゃったけど晩ご飯食べにお出かけ。北海道名物の味噌ラーメンで有名なお店に向かいます。到着したんですが、なんと23時過ぎでこの行列。これは1時間以上並びそうだ。諦めよう。ということで、同じく北海道名物のジンギスカンを食べに来ました。店内で待っている途中で気づいたんですが、このレストラン、なんと撮影禁止でした。美味しかったのに。今回の旅行、初っ端から不運が続いている気がする。ホテルに戻っている途中にこんな看板を見かけました。そういえば札幌では締めにパフェを食べるらしい。せっかくなので締めパフェ体験してみようと思います。ピスタチオとチョコレートのパフェとカシスオレンジのセットをオーダー。アルコールも少し入っている大人のパフェです。真ん中にあるレストランのシンボルにもなっているバクのクッキーがかわいい。パフェの構成内容が書いてる紙をくれました。作るの大変そう。締めパフェ悪くないですね。2日目以降もチャンスがあったら行ってみよう。不運もありましたが、それなりに札幌を楽しめた1日目でした。深夜1時過ぎちゃいましたが、ホテルに戻って就寝。2日目、8月19日土曜日。昼飯を食べに札幌駅までやってきました。今日の狙いは十勝の豚丼だったんですが、これがまた行列。軽く1時間以上は並びそうだったので、諦めて近くにあったチーズのお店に。チーズレストランリコッタ。パスタとかハンバーグとかいろいろ目を引くメニューはありましたが、ひときわ輝いていたのはシカゴピザ。ということで、ベーコンとオニオンのホワイトソースシカゴピザを注文。インパクトがすごい。そして食べにくい。
とんでもないチーズの量で空腹を満たしてくれました。昼食後は観光しつつ帰ろうと思ったのですが、天気が怪しかったのと前日までの疲れが溜まっていたので、ホテルに直行して夜までまったり。20時ごろお腹が空いてきたので夕食を食べに外出。このおじさんの看板を見るとすすきのに来たって感じますね。この日は北海道名物のスープカレーを食べに素揚げプラスに来ましたが、どうやらラストオーダーの時間がもうすぐで、今から並んでもダメみたいだったので入れず、2日連続となりますがジンギスカンを食べることに。訪れたのはフクロウ亭。予約なしで入れたのはラッキーでした。早速生ラムジンギスカンとキノコの盛り合わせをオーダー。タレに唐辛子を少々入れて、ニンニクも少々入れて準備完了。油を溶かして鉄板に塗りつつキノコを並べて、いざジンギスカン開始。火の通りが早くてどんどん焼けていく。ジンギスカンは臭みなどは全くなく、ほのかに甘みがあってとても食べやすい。ラムの油を吸ったキノコも最高に美味しかった。フクロウ亭、また来てみたいお店でした。さて2日目の夜も締めはパフェといきますか。今回はこのイニシャルというお店に来ました。ここは結構並んでいて30分ほど待ちました。途中ビルの火災探知機が鳴って消防隊員が入ってくるというアクシデントもあったけど、これは誤作動だったみたいでよかった。パフェは桃を丸ごと1個使ったパルフェペッシュご注文。桃が薄くカットされており、奥にあるソフトクリームと少しずつ食べるのが美味でした。この日も予定通りとはなかなかいかなかったけど、いろいろ食べられて美味しい一日でした。ホテルに帰って就寝。3日目、8月20日日曜日。この日は以前札幌に来た時に見つけたものを食べに行くことにしました。ホテルの最寄りは南北線のすすきの駅だと思って使ってたんですが、実は東方線の放水すすきの駅の方が近かったようです。ちゃんと調べればよかった。札幌の地下鉄は鉄の車輪ではなくタイヤ式です。珍しいですね。地下鉄で一つ隣の大通駅まで移動。有名な観光スポットの札幌市時計台が近くにあります。日本三大がっかりスポットなんて言われたりするみたいですが、私は割と好きですよ、この外観。時計台から少し歩いて今日の目的地の雪印パーラーに到着。かつて昭和天皇皇后両陛下のために作られた特別なアイスクリームスノーロイヤル等が食べられるカフェ。スノーロイヤルも美味しいのですが、今回の目的はそれではなく、そう、この巨大パフェ I am a No.1 です。このでかさ伝わってる。今日はチャレンジャーだぜ。なかなか一人で頼む人はいないとお店の人も言ってました。おそらく1キロはあるだろう。このパフェに挑むため朝食も昼食も抜いてきました。いざ勝負。よっしゃー、ほぼ勝利。なお、お腹いっぱいすぎてこの後ホテルにこもることになったのは言うまでもない。晩飯も食えずに就寝。4日目、8月21日月曜日。札幌旅行最終日ということでホテルをチェックアウトして昼飯を食いに行くことに。この日も天気に恵まれて良い観光日和。2日目のリベンジということで素揚げプラスに来ました。結構な行列ができてたけど、今回は開店前から並んだので確実に入れます。注文したのはラベンダーポークの炙り角煮カレー3辛中ライスチーズオンザライス。スープカレーはスパイシーな香りがしますが、そこまで辛すぎず
3辛でちょうどよかった。柔らかい角煮と素揚げされた野菜がカレーとよく合って美味しいです。ライスは炙りチーズが乗っていて、カレーの辛さをマイルドにしてくれた。とりあえずライスはスープに浸して食べてたけど、これ食べ方合ってるのかな。帰りの便まで時間があるので、昼食後は観光に出発。地下鉄で福住駅まで移動して、そこからバスで移動。札幌羊ヶ丘展望台にやってきました。ここには少年よ大志を抱けの言葉で有名なクラーク博士の像や、放牧されている羊、広大な石狩平野を眺められる展望台があり、奥には札幌ドームも見えます。他にもレストランやお土産屋さんもあります。暑いからか羊たちは日陰でのんびりとしていました。建物も特徴的で面白いですね。さっと見学して、帰りのバスが来るまでソフトクリームを食べて休憩。白い恋人ソフト、想像通り甘くて美味しかった。その後は札幌に戻り少し観光。札幌テレビ塔に来ました。思ったよりでかかった。中には展望台もあるようですが、それはまたの機会に。その後は少しブラブラして夕食の時間に。せっかく北海道に来たので、十勝牛のステーキでも食べようと思ったのですが、残念ながら予約でいっぱいとのこと。仕方がないので、他の北海道名物のザンギを食べに行くことに。路面電車に乗って少し移動して布袋にやってきました。ザンギが4個ついている定食で一番人気のザンギ B 定食を注文。昨日のパフェのダメージが残っているので、想像以上にザンギがでかくてビビってる。北海道では鶏の唐揚げのことをザンギと呼びます。一般的な唐揚げよりも味が濃いのが特徴だそう。確かにタレにつけなくてもそのままいけそうなくらい味はしっかりついてました。この後はお土産を買いつつ、ホテルに預けた荷物を回収して札幌駅へ。行きはバスでしたが、帰りはバスがなかったので電車で行くことに。無事座れて新千歳空港駅まで移動。余裕を持って帰りの飛行機に搭乗。しかしこの後飛行機が遅れて、羽田空港からの終電に間に合わなかったという。以上、どこかにマイルで行く札幌3泊4日のグルメ旅、いかがでしたでしょうか。マイルで航空券はもらえたので、その分宿泊費や食費に回せるのが良かったですね。ジンギスカンは美味しかったし、念願のパフェに挑戦して勝利できたし、いろいろとハプニングも起きましたが、これらの経験は次の旅行に生かそうと思います。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。